WBC1 絶対優勝します。まあ BC1 優勝っていうみんなの夢でもあるし、Welcome everyone to the Red Bull BC1。ブレイクダンス自体が大好きで、回ることが好きで、やっぱ始めた時から出て優勝したい。去年僕オリンピック出れなくてメンタルおかしくなったし、負けたくないっていう気持ちがどんどん強くなっていって、小さな動きだったら意味ないぞ。誰も越せない結果だったり、ブレイキンシーンで語り継がれるバトル。b ボーイ一心です。ボディカーニバルです。おはようございます。おはようございます。今日はこれから竹口さんといういつもやってもらってるフィジカルトレーニングをやりに行きます。いやー、なんかもう一日が短すぎて2ヶ月マジであっという間だなーってずっと思ってます。お疲れ様でーす。お久しぶりです。まあ自分も結構爆発的な人間技じゃない技とかもすごいいっぱいするんで、まず人間的な能力高い方がその普通にいろんな技にも全部対応できると思うし、まあここが硬いからこの技ができないとかも、例えばそこをじゃあもっと動きやすくしたらできる技とかも増えるかもっていう気持ちと、まあ今後もずっとブレイクダンス長くしていきたいから体を丈夫にしていけるためにやってます。さあ前後ろ後ろ。さあいきますよ。オッケー。さあ両足。これも状態いらないよ。さあ軽やかに超速くいきますよ。あ、ちょっと。さあもう一回いこう。いきますよ。ちょっと今日やばい。足がもつれる、めちゃくちゃ。あ、やばい。パワフルな動作も大事だし、軽やかに速い動きも大事だ。さあ、パワー得意へ。でもパワーしかありません。いやー、それはちょっときついね。いろんなことができないよ。さあ、いきますよ。オッケー。もうちょっとこう重いのある。面白い。なんか意味わかんない体の使い方してて、そもそもブレイキンを生で見ることって今までなかったんですけど、それこそこういうつながりもあって見に行かせてもらって、同じスポーツというジャンルでは一緒ですけど、本当に体の動かし方がえげつなくて驚きでしたね。本当になんか今も普通に逆立ちしてますけど、それプッシュでいい。あんなの普通にできることじゃないですか。なんか結構クライミングも全身使うスポーツなんですけど、なんか違う使い方で全身使ってて、すごいなんか見てて面白いです。なんか単純なそのストレングスアップももちろん狙いにはあると思うんですけど、でもやっぱこのハイヤーのというか竹口さんのトレーニングで一番私がやってて思うのは、やっぱり動きがすごい、動きのまず理解も深まるし、動きのそのうまさも上がるし、いかにその自分たちがその効率的ではない動き方をしているのかっていうのがすごい分かるし、それによってその力が発揮できてなかったりとか、
そういうのにつながってるんで、なんかそういう理解だったりも深まるし、なんかそういううまさとかスキルレベルも同時に上がるなって思いますね。さあゆるゆるボディどれだけ逃がせるか。すぐ喧嘩しちゃう。ゆるく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 楽な動作。しゃがんでターン。ちょっと困るな。いいとこ見せてな。さりげなくめっちゃ足ついてる。すごい自然に足ついてたから。ちょっと飛んでねえかな。え？またげないあ、もっとちゃんと飛んだます。ちゃんと普通にいつもよりちゃんと真面目にやったんですけど、やっぱむずいですね。いつも以上にこうちゃんとなんていうか意識してやるからこそ難しくなるんです。いつもとちゃんと意識してできないところがあるんだなと思う。最後にいいとこ見せたい。今日の全力を出してください。はい。竹口さんが言うように。適当でいい日なんて一日もありません。はい。はい。じゃあ失礼します。お疲れお疲れ様です。お疲れ。おお。ちょっと良くなってる。あと2回。あ、違う。手が悪いな。やっぱり腕で受けてる衝撃の方が強いな。足でドンって受けてるインパクトちょっと弱い。大きな爆発的なパワーをバーンと発揮するっていうところはもともと彼のストロングポイントでもあったと思いますけど、さらにそこを伸ばしていくのはもちろんなんですが、彼のこうちょっとこうウィークポイントになっているような可動域の部分であったりとか、こう少しこう繊細な反射的なそのバランスが要求されるような要素であったりとか、そういったところに関してはこうまだ伸びしろとしてまだまだたくさんあったんで、そこを今も取り組んでいるし、よりこういうところは強いけどこういうところちょっとねっていう状態よりかは全部最強じゃねっていう状態にしていくっていう、今そういう取り組みをしていますね。どれだけ1セット目の爆発力があるのかっていうこと。やられます。やられます。いやもう息を出し切ろうと思います。さあ最後しっかりやりきって、今日も動けたな、いい気持ちだわ。さあしっかり突っ込んでいこう。3秒前、2、1、さよパールに大きくいこう。まだいける。ちょっと強くなってきてる。大きくいこう。3秒だよ。あと1回やろう。 OK、 休憩。やべ、30秒30秒でこれ20秒で終わっちゃった。5秒前。最後あと1回。 OK、 休憩入ろう。さあどれだけ早くリカバリーできるか。そのリカバリーのクオリティ大事だぞ。これでしっかりリカバリーしなかったら持っているものを出し切れない。さあ3セット目まであと10秒。さあここだぞ一番大事なシーン。さあいきます。最後さあここで小さな動きになったら意味ないぞ。大きくいこう。スピード悪くないよ。いいペースで入ってるぞ。さああと10秒だ。ゴール近いよ。ジャンプ低いぞ。上げてこいよ。もう一回いこう。さあ最後あと1回。 OK。なんかやってもきついかな。
ありがとうございました。またお願いします。よいしょ。お疲れ様です。なんかまだまだやなって。いや、美穂ちゃんの反応が全部薄かったから、最後の腕立て以外ちょっと悲しかった頑張ります。もっと今から水素カプセルに行きます。あんまというか初めてなんですけど、ちょっといろいろ試してみるために水素カプセル行ってみて回復できるらしいので、回復したい。体が痛い。水素酸素カプセルで、入っていただきながら。研修とかして流れる場面がもしかしたらごゆっくり。さよなら。いや、ちょっと爆睡しすぎてどうでしたかはちょっとまだ分かんない今さっきの筋トレ後の練習したくないぐらいの体の感覚はないです。もう練習で行ったら動ける感覚はあるです。よいしょ。だけどなんかこういうなんか水素だったりとか、なんかできる限りのものを自分が今できるかもっていうやつをもう全部今僕自身の練習とかでもう全部やってるんで、まあそれ以外の部分もなんかこうやっていろいろできることで自分のなんか経験値も上がるし、絶対今回の BC1 に限らずともこういう水素を知れたのは絶対でかいと思うんで、こうやっていろんなものにまあ固定させながらいろんなものにどんどん挑戦してって、なんか新しいルーティンとか知れていけたらすごいいいなと思ってます。おはようございます。おはようございます。家でギリギリまで寝てました。昨日は何か？昨日は朝までチーム練してだからあんま寝れてないです。今はちょっと練習前に太陽めっちゃ浴びれるカフェがあるんで、ちょっとそこで目覚まして太陽浴びて脳を起こしていきますいただきますボディーカーニバルってクルーがあって、僕のチームなんですけど、それが京都にあって、まあソロでもガチでやりたいし、クルーでもガチでやりたいんで、まあ、みんないろんな他県から京都に集まってみんなで住んでチームでやるっていうので、まあ特に他に理由はなく京都にチームっていう理由で住みました。練習場所ですか？練習場所です。なんていう場所ですか？フライダンススタジオって言ってますね。チームにサポートしてもらって、スタジオが空いてるときは来れるときは来てます。今は練習の過程でいうと体のパワーとかの質を上げながらやっぱ新しいものをどんどん作っていくって決めてるシーズンなんで、僕はサイファーして作るのが好きで、あんま鏡と向き合ってゆっくりやる練習が動かなくなって眠たくなっちゃうんで、もうとりあえずサイファーで映像ずっと撮ってもういろんな技挑戦しまくって、それを後で映像で見て編集していいとこピックアップして、それを後日練習するみたいな流れですかね。今とりあえず今新ネタをめちゃくちゃ作ってると思いますね。
こうわざと自分も興奮させて、こう一人でこう静まってる時にもう爆中すらもしたくないし、なんかちょっと危ないパワームーブ系もしたくないけど、やっぱ誰かいて反応もらえたらよっしゃやるぞってなるし、見せたいし、新しい技とか。僕はサイファーレンの方が好きですね。ただムーブを組み立てる時期はもう一人でなんか6時間スタジオこもったりとか、まあ、ほとんど動かないんですけども、ネタ帳をずっとなんか消したり書いてを繰り返すから、こういう練習の時はやっぱサイファーが一番好きやでいつもやってます。最近思ったのが、やっぱチーム練もめっちゃハードやし、ソロも1日1回やるけど、1日1回のソロ練だったらみんなの b ボーイと一緒やなと思って、チーム練もあるから2部練したみたいな気持ちになるけど、ソロは1回しかしてないから、なんか両立ってチーム練もしながらソロもチームやってない人たちの2倍やらんと勝てないからなーって3日前ぐらいにすげえ思ったんです。まあチーム練が今忙しいからって言うんですけど、前行ったとこ行くか、これ買ったこの T シャツ買ったやつだから古着屋巡りです。練習疲れた時とかはなんか新しい服買ってテンション上げるみたいなことのために、あんま買わないですけどね、実際ケチなんで本当にポッて思った瞬間の T シャツじゃないと買わないですよ。うわ、これは何ですかこれは。おうシェって書いてある。多分両方だから、両方男だった。これもちょっと変態 T、海外行ったらすぐこれそういうの着てたら友達になれるみたいな。海外の人はすぐ喋りかけるから一緒みたいな感じ。そこからもう、まあ別に友達作りたいから買ってるわけじゃないんですけど、まあなんか T シャツから話が生まれるとかは結構好きで、なんかこういうとこでネタ作り何それって言わせたい、着てるもので全部。エロ T を集めてるんですか？そういうわけではない。いや、これ前も来た時に2回目なんですけど、はい、ありがとう1ございます。回目これ買って、はい、2 2回目も買っとこうと。ありがとうございます。エロ T 大好きです。大好きです。そう。エロ T いいよな。着れるもんなら着たいやろ。ちょっと恥ずかしくね。それ街中では恥ずかしいですけど、じゃあ俺のこと見ながら恥ずかしいと思ってる。なんていうのうん、いい感じですね。よし、キャラ的にやって次どこ行く？どうしよう、マジ可愛い店員さんのとこ行こうかな。俺が次行ったらインスタ交換してくださいって言っとる店員さんがおるんよ。じゃあ今日はそう、でもちょっとこうどうしようかなって、インスタ交換しに来た時カメラもついてって、俺が次 T シャツ買いに行くというかインスタ交換しに行くから。そう大事なんです。まずは来ます。彼氏いた。でインスタをゲットしたけど、インスタ教えた瞬間、あ、私彼氏いるんですよって言われた。うん、そうなんですか？へーって言って気にしない。ここはどこですか？僕の家です。何しに帰ってきたんですか？飯食いに帰ってきました。いつもは料理するんですけど、やっぱ体を絶対にちゃんと毎回栄養を取りたいっていうので、筋肉食堂っていうのを毎回特に夜は食うようにしてて、慣れてるでしょこの動き。じゃあいただきます。いただきます。
けどマジ一番嬉しいのは時間を削れる。やっぱ料理するけどクソ時間かかるんだよ。本当は作りたいんですけど、今は本当にマジこの存在がめちゃくちゃありがたいです。正直ずっと朝昼晩ずっとこれ続けてたいぐらいです本来ならこの BC1 に向けた2ヶ月前からスタートさせましたね。ちゃんと大切にこのタイミングはちゃんと整ったもの食いたいし、意識高めてくれるマジで。少し前に9月の始まる前の2週間は僕の中でオフみたいなの作ってて、もうなんかみるみるうちに太っていくんですよ。もうすぐお腹なんかだるんだるんなるしまあ BC1 以外にも全然チームのバトルとかももういっぱいあるから、まあ、ソロに向けてやってるけど、正直常に状態は良くしてないと、まあ、いきなりバトルが入ったりもするし、常にレディーな状態を作っとかないとダメっていうのはありますね。で朝昼作ってくれる彼女とかできたら最高なんだな。まだ現れないな。こっちの方がいいか。練習っす。ここから。はい、もうラスト。まあ今日はもう練習パパってして早く寝て、今日はぐっすり寝れると思う。いっぱい動いたし、今日も新ネタ作ってやります。では行ってきます。さよなら。まず一つこれだけはもうなんでかっていうと、もうダンス始めた時からやっぱブレイクダンスバトルされて BC1 が出てきて、で僕が初めてこうソロのバトルを見てこれに出たいと思ったのがやっぱ BC1 だから、やっぱ始めた時から出たいっていう、出て優勝したい。ちっちゃい頃とかやっぱ本当に b ボーイの世界で一番大きいステージだから、やっぱ小さい頃ダンス始めてすぐレッドブル BC1 出て優勝したいって言ったら、やっぱ周りの人は無理っしょって。キッズの子がまず何も分かんない時に BC1 出るっていうと、やっぱいけんのみたいな。僕もなんかそれを絶対にいや絶対いけますよみたいな気持ちでやってたからこそ、そこは絶対に外したくないし優勝したいっていうのと、あとはまあそれこそ去年僕オリンピック出れなくてちょっとこうかましきれなかったというか。CC get on the podium, the punches on his round. He's got something to prove. Exactly. Like He did. and he was 10 out. Now it's always been dope. He wants the medal. But he's been putting extra punches on exactly what is needed to kick this off. Here we go. Here we go. Eason. Amir did the crash. Amir takes it. やっぱ結果を見すぎてやっぱメンタルがおかしくなったし、こうダンスをあんま楽しめずになんか常に追い込まれてるから、自分で追い込むのはいいけど追い込まれてて、メンタル次第でどんだけ練習しててもなんかダンスってこんなにも変わるもんなんやなってめっちゃ思って、なんか無駄ですけど、なんかもうなんだろうな、ドラえもんがいたらなって多分一回思ったことある。本当になんか奇跡というか、ジャッジミスっててくれとか、もうそういうとこしか考えられなかったんで、まあやりきったやりきったけど、あんま言葉に表せないぐらいいいことではないことばっか考えてます。ああもう終わったみたいな、この先どうしようかなみたいな
ことばっか考えてたんですよ最初。なんかそこを唯一その心のなんか空いてる部分、取りきれなかった部分はその結果とかかましたとかで埋めれるのは BC1 っていうところに、しかないわけじゃないんですけど、僕はそこが一番僕が気持ちよく心を埋めれて、なんか本気になれるなっていう、それぐらい同じ熱量で、なおかつ今年はやっぱ日本で開催だし、この今20歳っていう一番調子いい時にここは絶対に取りこぼしたくないなっていう、なんか新しい自分の波をもう一個でかいの作りたいなと思って、結構いろんな理由はもう言い出したら止まんないんですけど、それぐらい BC1 をかけてますね。You know, it's a BC1, and the winning of a BC1 is not only about like the level. I would say just to be true to himself, and I think that's. But this is my last chance. No. But very difficult to do specifically on that stage and with the amount of pressure that you're feeling. メンタル次第でどんだけ練習してても、なんかダンスってこんなにも変わるもんなんだなって。So like get rid of this pressure, then he's be good. So he's definitely one of the favorites. I'll be rooting for him, and yeah, good luck.